今の自分の立ち位置は誰にも期待されていないのではないか？ふと、そう不安になる夜はありませんか？周りは順調そうに見えるのに、自分だけがどこか遠回りをしているような感覚。あるいは、誰にも理解されない情熱を抱え込み、息苦しさを感じているのかもしれません。しかし、歴史を振り返れば、今の社会の常識を覆し、世界を変えた偉人たちの多くも、かつては誰も期待していなかった存在でした。今日紹介したいのは、コンピューターの父であり、天才数学者アラン・チューリングの言葉です。時に誰も想像もしないような人が、誰も想像できないような偉業を成し遂げる。この言葉は、今、孤独の中で何かを追い求めているあなたへの最高のエールです。偉業は、期待の対極から生まれる。アラン・チューリングという人物をご存知でしょうか？彼は第二次世界大戦中、当時の最新鋭の暗号機、エニグマを解読し、戦争を終結に導いた立役者の一人です。彼が成し遂げたことは、まさに誰も想像できない偉業でした。しかし、当時の彼自身が社会から手放しで期待されていたかといえば、決してそうではありませんでした。彼には彼自身の孤独があり、周囲との摩擦がありました。それでも彼が道を切り開けたのはなぜか。それは周囲の期待値と自分の理想を切り離していたからです。普通や期待される道を歩むことは安心感を生みます。しかし、それはあくまで誰かがすでに想定した道です。誰も想像できない成果を出そうとするならば、そもそも最初から期待される必要などないのです。理解されないことは開拓の証である。偉業を成し遂げようとすると必ず孤独が訪れます。そんなの無理だ、普通はこうするべきだという周囲の声。しかし考えてみてください。もしあなたが目指していることが誰にでも理解され、誰からも期待されることだとしたら、それはすでに偉業ではなく常識です。誰にも想像できない道を進むとき、最初は誰にも理解されなくて当然なのです。周囲の無関心や批判は、あなたが未知の領域に足を踏み入れている何よりの証明です。その孤独は、あなたの夢が誰の真似でもない、あなただけのオリジナルであることの証左なのです。偉業への3つのステップ。今日からあなたの誰も想像できない偉業に向けて小さな一歩を踏み出してみませんか？期待の檻から脱出する。他人の期待に応える人生を一旦停止し、自分が本当にワクワクすることにフォーカスする時間を一日中5分だけ作ってください。実験を繰り返す。偉業は一発逆転で生まれません。チューリングも無数の計算と試行錯誤を繰り返しました。まずは失敗してもいいから、新しいアイデアを形にする実験を続けてください。孤独を特等席と呼ぶ。誰にも邪魔されず、自分の直感と深く向き合える時間。それは、世界を変えるアイデアが生まれるための、あなただけの特等席です。最後に、誰も想像もしないような人とは、特別な能力を持った人ではありません。自分の内に眠る情熱を信じ、周囲の雑音に負けずに歩き続けた人のことです。どうか、今の自分を過小評価しないでください。あなたが今、誰にも言えない夢を追いかけているなら、それこそが世界を驚かせる種です。次はあなたが、誰にも想像できない未来を作り出す番です。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。